の方からこんにちは。DIY VTuber の角宮夏美です。夏のコミケに参加したんですけど、いきなり車が煙を吹いて壊れたり、コミケに出ながらそれを直したりして大変でした。そんなね、大変なことになるとは知らずに、完全食のねるねるねるねを作ろうというのが今回の企画です。祭りね、最近一食は完全食を食べるようにしていて、日清の完全食、これ本当に美味しいんですよね。でも完全食ってあんまり甘いやつ効かないじゃないですか。祭りはお菓子が大好きなので、甘いお菓子で栄養バランスを取れたら面白いなって思って、プロテインとかもね、飲んでるので、粉なので、ねるねるねるねを作ってみることにしました。これからね、完全食ねるねるねるねを作っていくわけなので、ねるねるねるねがまずどんなものだったか確認してみましょう。日本でやったら誰でも知ってるチーク菓子。遊べるお菓子ですよね。粉タイプが有名やけど、今ならファミリーマートでドリンクタイプも売ってます。粉を水に溶くんですけど、この三角のね、容器がいいですよね。なんか昔とちょっと形変わりましたよね。一つ目の粉と二つ目の粉が分かれてる理由は、これを混ぜるとね、色が変わるんですね。きつい青色に変わるのかと思いきや、ふわふわパステルカラー。三つ目の粉はね、味によって結構違います。ソーダ味はラムネになってます。めったねるねるねるねにラムネをくっつけて食べられますね。とろっとしつつ、ジャリッとした食感。ラムネの硬さが楽しいです。新製品のね、ねるねるねるねドリンクも紹介しようと思ったんですけど、面白くないんでね、飛ばします。美味しいけど、ちょっとファン向けって感じでしたね。これから完全食ねるねるねるねを作っていくんですけど、普通に作っても多分面白くないんですよね。今、ねるねるねるねを紹介しましたけど、あれは後撮りしたやつで、今回は記憶を頼りに、ねるねるねるねを再現した完全食を作っていきたいと思います。まずは、ヨーグルト風味のプロテイン。ねるねるねるねにヨーグルト味はないんですけど、プロテインってね、どうしても乳成分感が出ちゃうので、そこに違和感の少ないヨーグルト味にしてみました。次に、喫茶アミノ酸です。この粉ね、炭酸ブドウジュースみたいな味の粉なので、もうね、これを入れるだけで勝ち確定です。後味ちょっと苦いけど、これ入れたら勝ちです。あとは食物繊維、無味なのでね、味が薄まってしまうので、少しだけ入れます。最後に増粘剤ですね。他のものは1食分の規定量を入れればいいんですけど、問題はこのキサンタンガムですよ。ちょっと入れるだけでね、すぐ固まっちゃうので、粉の状態でよく混ぜておいた方が良さそうです。これでも多いかも。手につくとね、一生ぬるぬるして取れないです。それでは混ぜていきましょう。で、あれ気を取り直してね、少しずつ水を入れていきます。ねるねるねるねを練ってるかねるねるねるねを練ってるよ。キサンタンガムの粘度の調整ってこれ、本当に難しくって、シャバシャバを回避しようとすると、すぐに、なんか、結構、臓器みたいになってきましたね。魚の臓器です。まあでも、ねるねるねるねって、こんな感じですよね、確か。できてるできてる。とろっとしてるし、ここでね、今回の味にちょっとだけ近い、ぶどう味のねるねるねるねで、正解を確認してみましょう。いや、美味しそう。色も大事ですね。
キャンディーをつけて、美味しい。正解がね、分かったところで、この臓物プレートを完成させます。じゃーん。マルチビタミングミを細かくしました。これをね、つけて食べると、1日に必要なビタミンをすべて取ることができます。あとは、付け添えにカルシウムウェハース、鉄ウェハース。これでね、完全食ねるねるねるねプレートの完成です。見栄えのためにね、コーラとビスコも置いたら、ディストピア飯感が出てきました。早速ね、食べてみましょう。硬い。これ後から固まってくんのか。完全にチューイングキャンディーみたいな質感になってます。いきます。味はね、美味しいです。清涼菓子っぽいけど、硬いと乳成分の感じが際立ちますね。ただやっぱり、思ってたより固まっちゃったので、ガムの風味が強い。そして、ハイチュウをすごい量食べてるみたいで、食べ応え、満腹感がすごいです。これ全部でご飯3杯分ぐらいの食べ応えがあるんじゃないかな。水分が欲しいので、ほら、炭酸が反応して、これ食べ合わせ悪いですね。キサンタンガムはなんか、ぬるぬるかチューイングキャンディーになっちゃう感じで、ちょっと違うのかもしれないですね。間違ってるっていうよりかはなんか、水以外に他の材料を足して、粘度を下げるっていうのが正解そう。粘度ね、下がったら美味しいです、これ。ウェハースはね、普通に美味しいウェハース。普通のウェハースの味です。はい。完食。ごちそうさまです。コーラもね、ビスコも食べたら間違いなくカロリーオーバーですけど、ビスコも食べます。安定の美味しさ。ごちそうさまでした。お腹が膨れたので、コミケに向かいます。コミケは公共交通機関を使うことが推奨されているんですが、初利の家は最寄り駅に行く手段っていうのが存在しないので、千葉県に車を止めて電車で行くことにします。なにくそ車の中で涼みながらサークルチェックをしていると、突然エンジンルームから煙が上がりました。恐る恐る確認をすると、エンジンがね、熱くなりすぎたせいか、エアコンベルトが溶けて切れていました。20年前の車やから温度への耐久性が低くなってる？壊れたのはね、エアコンベルトだけでした。20分様子を見て、エンジンもかかったので、予定通りコミケに行くことにしました。会場に着くと、何万人いるんでしょうか。三国志始まったかな？この写真にね、8万人くらい写ってると思うんですけど、石壁の戦いは数万対数十万人ということらしいので、一箇所の人数規模としては、まさに石壁の戦いと同じような規模だったんじゃないでしょうか。遅く来ちゃったのでね、1時間半並んで12時半に入場。1日目が終わって家に帰ります。エアコンがない車なんて70年代以前の車みたいですね。Amazon で新しいエアコンベルトを注文したので、明日帰るまでには届きそうです。また千葉県の駐車場に向かいます。最近ね、夜はまあまあ涼しくなってきたので、車を開けておくと過ごせないことはありませんでした。日が昇ってくると車は暑いので、今
今日は7時から列に並ぶことにしました。午前チケットだと11時に会場なので4時間くらい並ぶことになります。家に帰ってくるとエアコンベルトが届いていました。交換は案外簡単です。でも、燃えかすがこびりついてますね。頑張ってクリーニングして、綺麗になりました。次は空リーを外して掃除します。壊れた原因がわかりました。空リーのね、ベアリングが全然回らないんで、ダッシュして注油したら、いい感じ。いやでも、これはひどい。ベルトが溶けたんじゃなくて、空リーが固まって、摩擦熱で溶けて、いろんなとこについちゃったんか。それだけ樹脂なので、新しく注文したんですけど、届くまではこれ直して使わないとしゃあないですね。最後にエンジンの空リーを掃除します。ここはもう本当に燃えかすが付着してカッチカチなので、バーナーで焼きつつ掃除しました。こんなもんかな。空リーが届いたらまたチェックしますか。エンジンかけますよ。動いた涼しい。エアコン最高。虫除けはもういりませんね。いやー、今回いかがだったでしょうか。まさかね、ねるねるねるねを作ってるときは、こんなにコミケが過酷で、さらに車が燃えるなんて、爆発するかと思いました。まあでもね、大したことがなくてよかったです。蚊よけがあればね、窓も開けてられますしね。今回面白かったよって方は、高評価、チャンネル登録、X でシェアしたり、YouTube コメントをいただけると励みになります。それでは今回もご視聴いただきありがとうございました。バイバーイ。